こんにちは。4月5日、春のヒラスズキ釣りベストハイシーズンがやってきました。ヒラスズキに限らず、春は様々な魚にとって良いシーズンだと言えますが、ヒラスズキをメインで狙っている身からすると、エリアにもよるとは思いますが、4月は最高のシーズンです。気候がいいので釣りやすく、またヒラスズキの活性が高く、数も1年で最も多いと感じています。そんな最高と思われるシーズンを1泊2日で挑んでいきます。ベルトよーし、ルアーよし、30分ほど山を降りてきたのでお茶がおいしい。リールよし、変更サングラスよしと、どうやら忘れ物はないようですね。冒頭でも触れましたが、春シーズンは魚の数が多いこともあり、釣りが雑になりがちなので、今回は必要以上に丁寧にをテーマに釣りをやっていこうと思います。普段は割と強引かつ柔軟にのような感じでやり取りしますが、今回はできるだけエラライをさせずに取り込む、そんな丁寧さを意識してやっていこうと思います。果たして丁寧にやり取りすると釣果に差は出るのかなども検証できればいいかなと思います。だらしないのでループ一つ飛ばしてますね。ロッドはアピアのモンスターゲール2 4000番リールに PE2 号を巻いてきています。最近は 1.7 号をよく使っていますが、2号を使う理由はただの在庫処分です。低気圧通過後の翌日で、この日の波は高く、さらしの状況は良いです。南うねり主体のようで、真南面はクローズしている可能性もありそうですので、まずは東面から叩いていきます。狙うは沖のさらしではなく手前のさらしです。まずはトップウォータープラグピグロを使っていきます。このルアーは左右にフックを2つぶら下げている特殊な形状で、なかなか面白いルアーだと思います。発売からこのルアーを使って検証してきましたが、飛距離の安定性と巻くだけで良い動きをし扱いやすいのでおすすめです。トップウォータープラグでまだヒラスズキを釣ったことがない方は、沈まない程度で巻くだけでいいので、使ってみてください。フッキング率は未納でも乗りにくいヒラスズキなので、フックが3つついていても過度な機体は禁物です。やはりトップウォータープラグなので弾かれることが多いですね。フックサイズも小さいので、あまり強引なやり取りはお勧めできません。2、3投しましたが、思った以上にさらしが厚いので、目立つように 140mm のミノー K2F タイプ1を使っていきます。
11時くらいなので日差しも強くヒラスズキいないのですかね。また違う。これは違うな。浜やな。でっかいわ、これは。どこ入っていったん、最悪。前出ねえしな。これはミスったな。途中のされてましたが、見なかったことにしてください。悪いように言えば気を抜いていた。良いように言えばリラックスしていた感じですかね。タマンこと浜笛吹は強烈な引きが有名で、磯のダンプカーと言われています。70キロの私が一瞬乗されるほど引きが強く、また根に潜る魚なので、厄介です。60センチ満たないサイズですが、3.5 キロに設定したドラグを引きずり出していきます。やはり K2F はタマンの餌でしたね。ここにはヒラスズキいないっぽいので移動します。ここは大小さまざまな石が乱立するコルカバで、足だけではなく両手も使いつつ慎重に移動していきます。また磯靴のフェルトがすり減っていることもあり、滑りやすいので普段よりスローペースになります。フェルトの減り具合もそうですが、靴本体もかなり傷んでいるので、今回の調校が最後のようですね。高い位置からさらしや絞りを確認し、良さそうなさらしを打ちに行きます。かなりのシャローエリアなので、ビグロに戻し、波が落ち着いたタイミングで投げていきます。仕事をして反応がなければ隣に移動を繰り返します。今度は水中から突き出た岩の左に出るさらしを狙っていきます。
反応がないのでまた移動。そしてようやく平鈴木がヒット。ゆっくり丁寧にやるつもりが波で平鈴木が寄ってくるので、早巻きで対応します。ランディング直後にフックが外れてしまいましたが、春シーズン初の平鈴木です。冬を越えて少し痩せている感じはありますが、銀色の魚体が綺麗ですね。この1本が出ると一気にスイッチが入ります。50センチくらい細めの平鈴木ですが、嬉しい1本となりました。ここでも1本かけたのですが、構図が悪くうまく撮影できませんでした。ここで釣れた平鈴木も50センチほどでしたが、非常に元気な個体でしたね。そろそろ時間なのでリリースして移動します。緩い斜面ですが、荷物も多いのでしんどいです。いや、ほんと沢の水が助かりますね。ここから向かうポイントは南面です。低気圧通過後でこの日の南うねりは大きいので、最干潮付近でエントリーしたいですね。入念にタイドグラフをチェックし、入るタイミングを測ります。ちなみにこのタイドグラフは私が自分用に作ったタイドグラフです。潮位と記録をテーマに作っています。最近 UI を汎用化させ全国対応にしたので、よかったら使ってみてください。アプリを開き、ホームに追加でアイコンができます。概要欄のリンクにアプリと簡単な説明動画がありますので貼っておきます。しかし私が使いやすいように作っているのでマニア向けではありますがね。注意点としては自己責任で使ってくださいね。さてやってきました。午後3時のおやつの時間です。と言いたいところですが、水道エリアの時間です。かなりいい晒しが入っています。タイドグラフを確認すると、あと50センチ潮位が上がればさらに流れが発生し平鈴木の活性が上がるのですが、今日の波のサイズだと帰る際に途中渡れなくなるので短時間決戦になります。晒しがしっかり入っているので K2F と言いたいところですが、タマンの餌になりそうなのでアローヘッド140でいきます。カメラの画角で分かりにくいのですが、奥の岩まで約50メートルはあり、意外と距離があります。水道の真ん中に沈み根があり、もたもたやっているとここによく魚が引っかかります。ここは強引さが必要なポイントです。
あ、外れた。一発かけましたがバラしてしまいました。ここから良くなっていくので、名残惜しいのですが撤退します。そして本日最後のポイントへ。ここもヒラスズキがよく釣れる場所ではありますが反応がないようなので、一応タマンの餌 K2F をつけてみます。このカラーは黒色無双というカラーで漆黒の黒、光を反射しないカラーです。以前企画で塗装した在庫があったので使ってみます。K2F まんざらでもないようですね。サイズは50センチくらいのタマンですが、やっぱりアホほど引きますね。で、今夜はテント泊なのでお手軽キャンプ飯なんかも考えましたが、春のヒラスズキ釣りは釣りに全振りしたいので、毎度毎度のレトルトカレーとカップラーメンを食べて明日の準備を済ませてとっとと寝ることにします。明日の釣りのことを考えると飯なんて何でもうまいんですけどね。昨日より随分と波は落ち着いているようですが、朝の磯は空気が澄んでいて気持ちいいですね。ヒラスズキ釣りにちょうど良い波のサイズで、かなり期待できそうです。昨日に引き続き丁寧を課題にやっていきます。まずは正面のさらしから攻めていきます。使うルアーはビグロ、トップウォーターですね。やばいな。逃げるわ。かなり状況は良いと思いますが、波をかぶるので左に移動します。濡れたくないな。左に移動しすぎて人間が映っていないので手元カメラに切り替えます。ええか。狙うは沖の左に崩れるさらしです。出た。うわ、外れた。やっべ。タマンっぽかったな。
んぽかったけど。よし、ああ、平出よるね。トップウォーターブラグに平鈴木がバイトしているようです。おお、出てる出てる。今度は手前でバイト。水面を完全に割っています。よし。よし、ちっちゃいのが来たわ。そしてようやく乗せることができたので、丁寧にやり取りをします。右の方行くな。かなり右に走っているようなので、負荷を抜き左に走ってくれとお願いします。頼むわ。今これいかんといてくれ。よっしょ。まあまああるか。お、60弱ぐらいありそうやね。うまくいったようでランディング成功。普段よりはエラーラインの回数を抑えることができたので、丁寧作戦は今のところ順調です。小さいと言ってましたが、そこそこありそうです。対抗はありませんが、丸々とした良い個体でした。サイズも60センチ超えていたので、朝一1本目から嬉しい平続きとなりました。ここは四方を岩で仕切られたポケット状のスポット。中で潮が緩く動いて、晒しも絶え間なく湧いています。欲を言えば流れがもう少し欲しいかな。さて、トップでもいけるとは思いますが、小桃 125F を使っていきます。小桃はノーマルタイプとカウンタータイプがあるのですが、ノーマルタイプでいきます。フックを3番に交換しています。キャスト時にルアーを回したりフェザーリングを失敗するとフック同士が絡みますし、フックが大きくなると泳ぎも悪くなるのですが、私の場合どんどん巻いて釣るというより、流したりリーリングを止めたりして釣ることが多いので、この設定にしています。小桃は河川用のルアーだと思いますが、意外と磯場でも活躍することが多いです。
50センチくらい細身のヒラスズキでした。手前はいつもこれくらいのサイズが溜まっていますが、沖には割と良いサイズがいることがあります。そんな沖らへんでヒット。今回のテーマ、丁寧にを実行します。必要以上に魚の動きを意識して寄せてきます。こいつはなかなかいいヒラスズキで60センチ超えてました。ということで本日最後のポイントにエントリー。いきなりヒラスズキに小ももを弾かれ、ヒットの難しさを痛感します。ヒットしたので必要以上に丁寧にをやり取りします。丁寧にやりすぎるとバレてしまうので、この辺りの加減が難しいところでもありますね。2日間必要以上に丁寧にをやってみて思ったのは、丁寧にやろうとすればするほど判断が遅れるということですね。普段なら迷わずゴリ巻きする場面でもつい様子を見てしまう。昨日もその一瞬の迷いでタマンに乗されてましたからね。丁寧にも限度があるなと感じました。ということで、今回2日間で15本ほどヒラスズキを釣り上げましたが、普段は強引かつ柔軟にやっているつもりですが、今回は必要以上に丁寧にをテーマにやってきました。で、釣果に差は出るのか。答えは変わらないです。どちらもバレるときはバレるし、取れるときは取れます。ただ丁寧にやると魚の動きをじっくり感じられるので、それはそれで楽しかったですね。10年以上この釣りをやっていますが、実は釣り方も変わっています。昔は今回のようにいかにヒラスズキにエラ洗いをさせずにあまり負荷をかけずにゆっくりやっていましたので、ランディング時にはヒラスズキも体力が消耗している感じでした。今は逆にエラ洗い時にサイズやフッキング場所を確認しますので、強引に引き寄せ意図的にエラ洗いさせたりします。ランニング時にはまだまだヒラスズキも体力が残っている感じです。どっちのスタイルも一長一短あるんですよね。で、長年この釣りをやってきた私なりの結論ですが、強引でも丁寧でもどっちでもいいので、あらかじめランディング場所を決め、
一本一本確実に取るを心がけるのが結果的には超過が上がると思います。おっと、もう一つ大事なことを忘れてましたが、体力も必要ですね。ちょっと盛り気味の数字ではありますが、2日間で約50キロ歩いていました。ということで、最初から答えは決まっていた茶番劇でしたが、今回もそれなりに春の平続き釣りを堪能することができました。最後までご視聴ありがとうございました。